こんにちは。TTS の川本です。今回からテーマを変えて、物理エンジンの基礎という話をさせていただきます。3ヶ月ほどのシリーズで撮っていこうと思います。今回は初回の導入として、簡単な物理演算を作ってみます。また、このシリーズの最終目標となる、物理エンジンのデジタル水泳の適用というところのイントロダクションを行います。よろしくお願いいたします。では早速物理エンジンを体験していきます。今回もブレンダーを使います。まずキューブを作ります。高いところから落とす動きにしたいので少し持ち上げておきます。この状態で再生をしても何も起きません。このためキューブに物理特性を与えていきます。今、リジットボディを割り当てました。再生を押すと、このようにキューブが下の方向に落ちていきます。このままでは永遠に落ちていってしまうので、地面を作っていきます。再生をすると、キューブが床をすり抜けてしまいました。これは床に物理特性がないためです。床にも物理特性を与えると、このように地面にぶつかる動きになります。さらにもっと高いところから落としてみましょう。さっきよりもキューブが地面に対して跳ね返る動きが強くなったということがお分かりになったかと思います。これが一番簡単な物理演算です。もう一つ、今度はもう少しだけ複雑なものを作ってみます。面の上に3つのキューブを乗せます。わかりやすいように色分けしておきます。キューブと面に先ほどと同様の物理特性を与えます。今回はキューブが地面に乗っている状態ですので、再生しても何も起こりません。しかし、こうしてキューブを持ち上げてみると、ちゃんと重力が作用していることがわかります。では、左側の青いキューブを右側の2つのキューブに向けて転がす動きを作ってみます。ご覧いただいたようにキューブ同士がぶつかり合って跳ね返り合う動きになりました。これを使ってビリヤードやカーリングのゲームを作ることができそうです。簡単な物理演算をご体験いただきました。次に物理エンジンが現状どんなところで使われているのかご紹介していきます。まず事実として現状の物理エンジンはゲームやアニメをより面白く、より臨場感の高いものにするために存在しています。今ご覧いただいている動画は11テーブルテニスというゲームです。メタクエスト2を使って私自身がプレイしています。私は普段からゲームをやらないですし、卓球についても素人なんですが、このゲームは非常によくできていると感じました。本当にプレイしているような感覚というか、自分のラケットで球を打ち返しているような気分になれます。先の球に回転をかけることもできて、慣れてくると王子サーブみたいなこともできます。11テーブルテニスの卓球のラケットは、コントローラーを使って自由にプレイヤーが動かすことができます。このため、卓球球を打ち返す際のラケットの軌道や速さは無限のパターンになります。ラケットに反応する球の動きをプログラマーがあらかじめ全てのパターンについて作ろうとするととても大変です。ここに物理エンジンを使うと、ラケットの軌道と卓球球の軌道からコンタクトのタイミングやラケットから球に生じる力といったところを逐次計算することができます。
あらかじめ決められていないプレイヤーの自由な動きに応じてインタラクティブにゲームが進みます。このことが実際に卓球をしているような没入感を生んでいます。次にアニメの例を見ていきます。ご覧いただいているのは以前の動画でもご紹介させていただいた走る 3D モデルです。顔の部分を拡大すると髪の毛が揺れているのがお分かりになると思います。実はこの揺れも物理エンジンで作っています。少し種明かしをすると、髪の毛には体と同様にボーンを定義しています。しかし腕や足のモーションでしているように直接角度を与えるということはしていません。髪の毛に対してはしていません。体の動きに反応して物理演算で自動的に揺れるように作っています。腕や足にしているように髪の毛の棒に対しても直接角度を与えるというモーションの作り方は確かに可能です。しかしとても面倒ですし、何より正解を調べるということが難しいです。髪の毛のように柔らかい物体の三次元的な動きをモーションキャプチャーで捉えることが難しいからです。YouTube 等で公開されている初音ミクが踊っている動画の多くで、お下げやスカート、そして胸が揺れていると思います。あの多くは物理演算で作られています。物理エンジンはアニメ制作においても欠かせないものになっていると言えます。ここからは応用です。ゲーム用途の物理エンジンが産業界でも役に立つのかということについて考えてみます。以前の動画でもご紹介したように、自動車の製造ラインをメタバースの中に構築し、実際にラインを運営する前にライン構成や賃配置をバーチャル空間内でシミュレーションしようという動きがあります。仰々しくシミュレーションという言葉が使われていますが、実態としてはモーションで作ったアニメになっています。この中で特に人の動きが複雑になるため、作業者の動きについては、モーションキャプチャーと VR ゴーグルを使って人が作るということになる場合も多いと思います。この時 VR ゴーグルをかけている人は、バーチャル空間内にある車や作業台、工具といったところに触ることができません。単に当て振りをしている状態になります。ここに物理演算が加わって、作業をした時に体にかかるであろう負荷をゴーグルをかけている人に返すことができれば、より実践的なシミュレーションになりそうです。実際に物理エンジンが使われている事例もあります。ご覧いただいているのは Amazon のバーチャル工場です。ベルトコンベヤーの上を段ボールが流れていったり、ロボットが物を破棄するといったところに物理エンジンが使われていると思います。少し工夫をすれば、段ボールの大きさや重さを変えた時にベルトコンベヤーが詰まらないかといったテストができそうです。これをさらに拡張して、バーチャルラインの中で製品を組み上げたいといった気持ちが湧いてきます。組み付けやはめ合いといった物理現象を模擬し、製造工程をシミュレーションすることができれば、ものづくりにおける試作を格段に減らすことができるはずです。これもデジタルツインにおける一つの究極と言えます。しかし先行しているヨーロッパの自動車メーカーもここまでは踏み込めていないというように見えます。現状の物理エンジンでは複雑な現象を扱うことができないためです。物理エンジンの発展と活用がデジタルツインの究極に向けた一つのポイントになるということが言えそうです。次回から少しずつ具体的な事例を見ていきます。この動画では物理エンジンの簡単な事例を紹介するとともに、デジタルツインの活用というところの導入についてお話しさせていただきました。次回は運動方程式を使ったクラシカルな運動計算と物理エンジンとの違いといったところを解説しようと思っています。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。